アンモサ製作所です。今回は、バンダイから発売されている、RG エヴァンゲリオン2号機を、ピッカピカに全塗装していきます。あと今回は、エヴァ2号機の設定カラーではなく、劇場版新エヴァンゲリオンで、アスカが着ていたプラグスーツの、カラーをオマージュして塗装してみました。ぜひ、最後まで見ていってください。はい、RG 劇場版エヴァンゲリオン2号機です。正面は、普通のリアルグレードの箱のサイズです。サイドは、完成品の写真でいろんなポーズが載ってます。以前、0号機を作成しましたが、可動域が広くてすごいです。反対側は、付属の武器と手の説明ですね。では、早速開封。じゃじゃーん。背中向けて寝てますね。上段はこの辺にして、これは再販が全然ないので、だいぶ前にネットフリまで購入したものです。塗装なしで、安く付属品も揃っていたのでポチりました。重要な組み立て説明書もあります。では、作っていきましょう。今回は組み立て済みのユーズド品なので、分解からです。そして今回は、配色を設定通りではなく、劇場版の新エヴァンゲリオンでアスカが着ていたプラグスーツを、オマージュした配色にしていきます。なので、大まかに分解した状態で配色に合わせて筋彫りをしていきます。こんな感じでシャープペンで線を引いてましたが、足の部分が全然、イメージがつかなくて方法変更。というわけで、油性マジックでラフに直接描く方法にしました。直接描いても、表面処理の時に削れば取れるので問題ないです。完成イメージを把握する方が重要かなと思ってます。一応、シャープでもざっくり線は描いています。こんな感じに、塗ってみました。やっぱり色を塗るとイメージつきやすいですね。これでいこうと思います。では、塗り分けする部分を、筋彫りしていきます。イメージの線に合わせて、ガイドテープを貼ってタガネで彫っていきます。こういった平面は硬いガイドテープの方が彫りやすいんですが、このテープは全く伸びないので、曲線には使えないんですよね。こういった山なりなところも、剥がれてくるので、他の方法にしたいと思います。マスキングテープを3枚重ねにして、細く切ったものをガイドに使います。マスキングテープは柔らかいので、こういったところにはいいかなと思ってます。曲線も緩ければなんとかなりそうです。こんな筋彫り今回が初めてで、四苦八苦です。アンモサは、オリジナルの筋彫りはあまりしてない人なので、主要だと思ってやってます。ガイドが貼れたので、あとは彫っていくだけです。マスキングテープは柔らかいので、優しくなぞっていきます。この後は彫っていくだけの繰り返しなので、この辺で省略します。反対側の足にも同様な筋彫りをするのですが、こちらは色塗りなどしても、同じ位置に描けるわけもないので、ディバイダー的な道具を使って、先に筋彫りした部品で距離を測ります。測った状態で、筋彫りしてないパーツに目印をつけて、目印に沿ってガイドテープを貼っていきます。通過点数箇所で目印をつけているので、それに沿って貼ってます。ガイドテープを貼り終わったら、並べて最終確認。なんとか同じ感じにできたので良かったです。ガンプラとかで左右対称の筋彫りを、たくさん入れてる方を尊敬します。全体の筋彫りが終わりましたので、表面処理のため分解します。
これも予想で分解すると、絶対何か破損させるので、組み立て解説書を見ながら分解です。これも長くなるのでこの辺で省略します。はい、フレーム以外の分解が終わりました。とっても少ない印象です。ここ最近は、パーツが大きいものを作ってばかりだったからかな。では、表面処理を行っていきます。表面処理なんですが、結構ゲート跡が残っていたので、金属ヤスリで凹凸を鳴らしてから、紙ヤスリ使いました。普段も結構、3種類くらいの金属ヤスリを多用します。ゲート処理が終わったら、スクレーバーで引け処理です。アンモサは、もうスクレーバーなしでは、プラモデルを作れないぐらい必須の道具です。パーツ側に傷があまり残らず、後処理も楽かなと思ってます。400番ぐらいの紙ヤスリの傷って結構取るの大変なんですよね。艶消しだと、ちょっと楽できる気がしますが、この製作所のこだわりは、ピカピカなので仕方ありません。笑い。引き続き、表面処理中。表面処理後、今回のプラグスーツ塗装に合わせて、小物を一つ作ってみます。何かというと、アスカが劇中で愛用していたワンダースワンです。手のパーツを使って、サイズ感を決めます。15ミリぐらいの幅で良さそうです。1ミリのプラ板を切り出して、重ねて厚みを出します。実際にパーツと合わせてみた結果、2枚の2ミリでいくことにしました。やっぱり、3枚だと厚すぎ。次にワンダースワンのフロントパネルを 0.3 ミリのプラ板で作ります。0.3 ミリだとカッターナイフでも切れるので、扱いやすいです。全部を重ねて接着しました。周辺がガタガタですが、ヤスリで整えて完成させます。ヤスリなどを使って形を整えたら、大体は完成です。雑ですが、雰囲気出せればいいのでこんな感じです。それでは楽しい塗装に移ります。今回のプラグスーツカラーは、2色のレッドを使います。塗装前に、レッド色をどうするかスプーンで確認します。ホワイト下地とブラック下地のスプーンに、スターブライトシルバーを塗装したものをベースとします。そこにクリアレッドを塗装して、ホワイトとブラック下地の違いを見ます。右のブラック下地の方が、ちょっと暗いのがわかります。ただ、これくらいの差だと、塗り分けても判別しにくいレベルです。次に初めて使うプレミアムレッドです。顔料系ということで、塗料自体もちょっと濁ってます。はい、これが塗装したものです。ホワイト下地とブラックの下地で結構違います。プレミアムレッドのホワイト下地が、プラグスーツの薄いレッドにちょうどいい感じです。ということで、このプレミアムレッドを使って塗装することに決めました。塗装準備中。使用と量は全て説明できないので、概要欄に記載しておきます。まずは、ホワイト下地のパーツを塗装します。今回は、パーツをよく磨いたのでサフなしで塗装してます。サフは小傷が消せていいんですが、ピカピカにするには、磨きを入れないとツヤが出にくいので、今回はこの方法です。サフありで簡単にツヤが出せる方法があればいいんですが、まだ、手探り状態です。ホワイト塗装ですが、下地がレッドということもあり、1回の塗装で、真っ白にはならないですね。ただ、この上からメタリックを塗装するので、2度塗りせずに、この程度で OK としてます。次にメタリックを塗装します。色確認の時には、スターブライトシルバーで確認しましたが、
あの後、もうちょっとオレンジっぽさが欲しくなって、下地色を、シャンパンゴールドに変えました。ちょっとゴールドが入ることで、オレンジっぽくなります。次はブラックです。こちらもホワイト同様、パーツに直接塗装していきます。ブラックは隠蔽力が強いので、あっという間に真っ黒です。ツヤツヤ。次にブラック下地のパーツに、スターブライトシルバーを塗装します。薄いレッドと濃いレッドのパーツですが、プレミアムレッドを塗るのは同じなので、どちらもメタリック色まで塗装して、一気にプレミアムレッドで塗装しました。次に、プレミアムレッドを一気に塗っていきます。このプレミアムレッドは、明るめの赤でアンモサ好みです。ちょっと高い気がしますが、プラモの出来を左右するので、妥協せずに必要なら使っていこうと思います。いい感じの赤になりました。あとは繰り返し作業なので省略。その他もろもろ塗装中。作業が前後しますが、塗装の乾燥の合間に余計なことをしてました。新エヴァンゲリオンでアスカさんは、眼帯してましたよね？ということで、左目の上を、眼帯化します。作戦としては、スタンダードにポリパテ持って削る作戦です。一旦、パテ盛りが終わってさて乾燥と思って、箱の乾燥時間を確認したら、6時間ってなって、そんなに待ってられないと別の方法に変更。ユーズド品でランナーがなかったんですが、クシャトリアのがあったのでそれを活用。新たな作戦は、ランナーをヤスリで眼帯状に成形して接着させるです。サイズを測りながら、成形していきました。出来上がりはこんな感じ。ヘッドパーツに合わせるとこんな感じです。改造が終わったので、塗装に戻ります。塗装中。はい、すべての塗装が終わりました。すべてのパーツが小さいので、スカスカです。それでは、組み立てていきます。組み立て中。組み立て中に、デカールを裏表間違えて貼ってることに気づく。塗装からやり直しです。修正中。はい、大まかなパーツまでの組み立てが終わりました。色々トラブルはありましたが、ここまで来れてよかったよかった。それでは、最後の組み立てです。今回は、初めてキャラをオマージュしたものを作成しましたが、どうですかね？気軽に、感想などをコメントいただけると嬉しいです。はじめは、設定通りに塗装するつもりだったんですが、エヴァ2号機は、新2号機アルファで作っていますし、これからも違うバリエーションを作る可能性が高いので、ちょっと冒険してみました。ユーズド品ということで、気楽だった部分もありますけどね。あと、なぜこのプラグスーツの柄にしたかというと、単純に使われている色が多かったということと、塗り分けのバランスも好みだったからです。完成したらきっと、ちょっとは可愛い感じになると思ってたんですが、なんか逆にスパルタンな感じになった気がします。今回はこんな感じで、いつもと違う塗装してみましたが、これはこれで楽しく作ることができたので良かったです。また、他でもやってみようと思うんですが、パッとは思いつかないですね。また、何か思いつくことがあればチャレンジしたいと思います。はい、これで本体は完成です。あと、今回は重要なパーツがもう一つあります。笑い。もっといい感じに作れる気でいましたが、これが限界でした。最後までご視聴ありがとうございました。
これからも色々作っていくので、また見に来てくださいね。それでは、さようなら。